村上に行ってきました。去年も K3M3 の撮影で訪れた場所なんですが、この新しく出た HD ペンタックス DF21mm F2.4 ED リミテッドレンズ、これと K3M3 で撮影したらどんな表現ができるんだろうという期待を持って出発しました。まずこのレンズの質感ですよね。今までこの 43mm と 31mm、この2つのそれぞれ FA リミテッドレンズを使っていた私からすると、ちょっとこれは大きいなっていう印象だったんですけども、この K3M3 に装着するとレンズのサイズ、それから重さともに非常にバランスがいいと感じました。焦点距離も 35mm に換算すると私の好きな約 31mm 相当ということで、本当に今回は楽しんで撮影ができました。冬の村上の定番である、こうした潮引きを吊るした風景ですとか、冬ならではの、こうした暖かくて、懐かしさを感じるような風景や、こういった、街角、超広角でこれだけ近づくと広角ならではの周辺が流れたようなボケが、気になる場合があるかと思うんですが、この DFA21mm F2.4 ED リミテッドレンズの場合は四隅にボケが引っ張られてしまうような感じもなくて、風景がとても柔らかく自然ですよね。なのでこの 21mm を使っていると超広角レンズであることを思わず忘れてしまいそうになります。今回がたまたまラッキーな瞬間が続いたということもあるかもしれないんですが、このカメラと 21mm F2.4 の組み合わせだとシャッターチャンスがたくさん飛び込んでくるということが本当に多くて、例えば天気が崩れそうだったから日本海に行くのをやめて近場の三表川という川に行ったんですけども、そこで夕日に照らされる干し大根が連なっていたりとかで、それを夢中になって撮影していたら虹が出たりとか、でこれだけラッキーな撮影体験を経験してしまうと、次もまたいいことが起きるんじゃないかと思ってもこのレンズを手放したくなくなりますよね。こちらが虹の写真とは反対側の河川敷の風景ですが、雨粒や冬の木々の枝の線の細い表現をよく描写できていますよね。さらに12月に新しく発表されたカスタムイメージの里火を使用することによってよりしっとりと幻想的な一枚に仕上がったと思います。先ほど線が細いということを申し上げたと思うんですが、場合によってはうるさい写真になってしまいがちなこんな風景もとても緻密で細やかな描写ですよね。それでいて近景は非常にクリーミーで滑らか、一旦つけたらもう外したくない、そんな風に感じるレンズでした。去年の撮影でも滞在した宿と、それから宿から歩いて30分ほどのところにあるバーと飲み屋と日本海という感じで、去年の撮影パターンと行動範囲というのはほとんど変わっていないのに、なんで以前とはこれほど撮れる写真が変わったのか。焦点距離の違いがあるというのはもちろんなんですが、 DFA21mm F2.4 ED リミテッドレンズというのはレンズ前 6.7 センチまで近寄れるレンズであるということと、村上は去年に続いて2度目に訪れた場所ということでもう一歩踏み込んで撮影できた、その2つの理由によってシャッターチャンスと
あと村上という撮影地においての、心の近さ、あとは人との距離感や思いというのを、このレンズで、表現できたのではない